おはようございます。安倍義俊です。考えがまとまらないまんま、なんか喋らないといつまで経ってもまとまらなさそうなんで、適当に喋り始めてしまっているところなんですけど、昨日、Apple Vision Pro が発表になって、自分としてもなんか未来が来たなっていう気持ちもあるし、技術的にも素晴らしいものがあって、その価格が高いっていうのはあるんだけど、それはそれとしてすごい時代が来たなと思ってみたり、素晴らしいなと思うんですけど、そう思いつつも何か発表をずっと見てる間、なんかもやっとした気持ちが抜けなくて、なんでしょうね、アップルって今やもう世界最大級の企業で、アップルが作る製品がもはや大げさではなく、人類のこれからの生活をアップルが望む方に、完全にではないですけど変えていくぐらいに、大きな力のある企業で、アップルが、莫大な予算と時間をかけて作り上げたこういうヘッドセットというか、頭にくっつけるデバイスが出たということは、未来はこっちへ行くってことがもう確定したわけで、もちろんどん滑りして普及しないっていう可能性もなくはないですけど、でも多分もうこれは確定だと思うんですよね。これから、ここに大きな市場が生まれて、たくさんの人たちがここでいろんなアプリとかを開発するようになって、メタバースとか仮想現実の空間が第二のマーケットになって、どんどん大きくなっていって、みんなが朝から晩までこれつけて生活する未来が来るんだなと思った時に、数年前の自分だったらもうワクワクして、もういち早く借金してでも絶対にこれを買いたいと思っていたはずなんですけど、なんででしょうね。全くこの Apple Vision Pro に対してあんまポジティブな気持ちになれなくて、もちろんさっきも言ったみたいにすごい技術で細かいところまで考え抜かれていて、こういうものを常時つけることに対するいろんな不安とか懸念材料みたいなものを丁寧に一個一個払拭していて、そういう意味では僕がこの浅はかに考えているようなことはとっくに織り込み済みだろうし、解決されていくだろうしと思いつつも、どうしてもこれに対するうさんくささというか、アップルのこの CM なんかで見てるところのどの画像だっけな、これをつけてこうにこやかに喋ってる人とかの現実感のなさというか、この現実感のなさなんだけど、実際にはこれが、もう確定した未来の図ですよっていうことに対する、自分がこれにうまく乗れてない、年を取ったからなのか、いやでも絶対に自分はこれは絶対にこれは好きだし、楽しみにしていたものなんだけど、なんでしょうね、一個は多分こいつを見た時にちょっと自分のもやっとした気持ちが、言語化できそうだなと思ったんだけど、こんなお父さんは嫌だなとこれを見た時に思ったんですよね。自分もデジタルガジェット大好きで、もういつもカメラ構えてみたいなので全然人のことは言えないんですけど、カメラ構えるってこととこれは違うと思うんですよ、根本的にね。要するにこのお父さんはいい気分だと思うんです。素敵なデバイスをつけて子供らの立体空間写真を残すことができて、後でそれを見てご満悦なんでしょうよ。だけど言い方悪いな、いい未来だと思いますよ。僕だって記録残すの大好きだし、こういうの残したいですよ。でこういうの出たら買っちゃいそうだし、こういうことをしてしまいそうだし、なのでアップルのお見事だなと思いつつ、でもこれ嫌なんですよ。要するに自分はいい気分だろうけど、子供らはこれで幸せなのっていうか、こんなお父さんが見たいのかなってちょっと思っちゃうんですよ。だからそれと同時に今までの自分に対してちょっと反省があったりとかしてね、ただカメラ構えてるのは別にそれによって例えば運動会とかでカメラを構えてないで、子供の姿を生で見ましょうよみたいなことを幼稚園のプリントとかに書かれてあったりして、ごもっともと思うんだけど、みんなスマホを構えて撮ってるからね。でもいや言い訳だけど、カメラをやっぱ構えてるってことと、これはやっぱ大きく決定的に違っていて、要するに
今2時間ぐらいしかバッテリーこれ持たないらしいですけど、当然バンバン改良されて数年後には8時間とか10時間とか、あるいはもう16時間持ちますよ、起きてる間ずっとつけてられますよみたいな、そのアップルウォッチとかと同じですよね。そのいつの間にかバッテリー時間もどんどん伸びて性能上がっていくのは分かるんですよ。なのでもうアップルがこれを普及させるって決めたからには、もう数年後にはその1日の大半をこれつけて過ごすみたいな、未来が来るわけですよ。その時に何だろう、やはり特にやっぱり自分なんか今なんか子供いるからなのか、子供が例えば一日中これをつけてるのを見た時に俺はどう思うかなとか、あるいは僕がその一日中これをつけてる姿を子供が見た時にどう思うかなとか、なんかそんなことが真っ先に頭に浮かんじゃうんですよね。なんかその時に感じる空寒い感じ、みたいなものが、これをさ、自分で一人の部屋で仕事に使うのとかはさ全然わかるんですよ。ガジェット好きな人で YouTube 見てる人だったら知らない人いないと思うけど、例えばドリキンさんとかがもはやヘッドセットで作業していたら、パソコンに向かってパチパチやるよりも効率がいいとか、あるいは肩凝らないとか、あ、そうなんだと思ったんだけど、なんかそういうのは別に大人が自分の範囲の中でやってる分には全然構わないと思うし、僕もそれは興味があるし、いいなと思うんですよ。なんかそうだな、なんかだからApple Vision Pro はだからもうよくできすぎていて、もうそういうことじゃなくてこれはもう生活の一部ですよって言われた時に、でも顔を隠すやつでしょって思う。この何年間かコロナの騒ぎがあってみんなマスクをつけていたじゃないですか。でマスクで大人たちが顔を隠している状態っていうのは、子供が表情とか口元の動きとかから相手の気持ちを察したりとか、そういう、学習の機会をものすごく奪ってしまって、それが子どもの、脳の発達とか、あるいはコミュニケーション能力とかに対してかなりでかいマイナスで、それが今後どのぐらい大きな影響になるのかとか、あるいはこの3年間の、失ったものをこれからどうやって取り戻せるのかとか、大きな課題だと思うんですけど、そういうのは言わないんでしょうけどね、例えばメディアとかは。でも行った時に、じゃあ一日の大半を目が隠れてる状態でコミュニケーション取って大丈夫なのっていうような、大人はいいんだけどっていうか、まあ大丈夫だと思うんだけど、子供らは大丈夫なのとか、うちの子供たちとかを見てもやっぱりまだ例えば学校行く時にマスクをつけて行ったりして、それはもう同調圧力でクラスがみんなそうだからで、やっぱりちょっと顔を見せるのが怖いみたいなとこもあるみたいなんですよね。なんかそうなってちゃうの怖くて、で今これつけていて、でアップルは当然それ分かっていて、こうやってつけていても周りにセンサーがついていて、人が入ってくるとこのうっすらと目が見えるから大丈夫ですよみたいな説明してるけど、少なくともこのバージョンの Apple Vision Pro に関しては大丈夫じゃないと思うんですよ。こんな話にならないというか、これでじゃあ子供がなんていうか親の顔表情を正しく学習できるかって言ったら、これはやりすぎというかダメすぎだと思うんですよ。で最初のバージョンだから、ここからどんどん進化してて、最終的には普通のメガネぐらいまでいくのかもしれないんですよ。で普通のメガネはもはや例えばファッションの一部であったり、メガネをつけている人を見ている時に、それが普通のメガネをつけていない人に対して、例えばなんか表情の学習、みたいなものでマイナスがあるとは思わないので、全然気にならないし、いずれそうなるのかもしれなくて、その時には自分の考えていたことは全部杞憂だったなって思うのかもしれないんですけど、それでもメガネをかけて向き合って喋るってことと、これつけて向き合って何かコミュニケーションしたりとか、あるいはこの人がこれを目が見えている時にはモニター、このヘッドセット内の映像を見てないから大丈夫ですよみたいなことなんだろうけど、なんだろうな、これは今のところ自分はポジティブな、この姿を見てなんかポジティブな感情は全く湧かないですね。だからこれはマニアックな機材で、物好きだけが買うもので、ガジェットオタクだけがこれを買って一人で作業効率が上がったみたいなことを言ってる分には、自分もそっち側の人間だし全然いいんですよ。でもこれが人類の大半が一日の大半の時間をこれをつけて過ごしますよみたいな未来をアップルが思い描いてるとしたら、なんかちょっとそっちに行きたくないなとか、違う未来がいいなと自分はなんか思っちゃいましたね。なんか、特にやっぱりこの子供の場面かな。これでもカメラ撮ってる時なんか目は映ってないっぽいですよね。で目が映像なのか、このすりガラスの透過度を下げて自分の本当の目が見えてるのか分かんないけど、なんか
違うんだよなって珍しくなんかアップルの製品にしかもその社運をかけてるレベルのそのやつで絶対にもう成功を約束されたようなもんでなのでなんかなおさら感じるんだろうけどアップルが作ろうとしてる未来になんか自分が乗れないことの寂しさというかなんだろうななんかもっと大喜びしたかったななんだろうこれじゃないんだよそのっていうか要するに使ってる人はいい気分だろうなって思うんですよみんなニコニコと笑ってモデルさんたちがねもう楽しいですよって顔で撮ってるけど子供らはやっぱこの顔のお父さん一日の大半はこの顔ですみたいなお父さん見てどうなのかなって例えばその子供が僕の似顔絵をその幼稚園の頃に描いてくれましたけどここにさこれがさ描かれちゃってたらさなんかうってならないかなって思うんですよね。反省しないかなって、で自分でその記録を残して見返せるよって言って自分もやっぱり写真を撮ったりとかその360度カメラとかを買ったり昔 3D カメラを富士が出してましたよね、を買ってみたりとかしてなんとかこの時のこの瞬間を克明に残せないかみたいなログマニアなので考えちゃうしそれにはもう最適のデバイスなのかもしれないんだけど自分はいいですよ使ってる人はでもやっぱりこの姿をやはり、なんかあんまり子供に見せたくないし子供がずっと一日中これを見てつけてて自分のことを見てくれなかったら寂しいなと思いますね。そのモニターこのなんかすりガラス越しに子供の目が見えればいいでしょってアップルは言うのかもしれないけどよくないよっていうことです。なのでなんか、自分がこれに全然なんか乗れなかったことにでそのアップル的にはお客さんが来ても友達が来てもこれ外さないでいいですよっていうことが言いたいんだろうけど外せよって心から思いますね。その目が見えてるから外さなくてもいいですよじゃないその来客が来たらこれは外せよいいから外せよって思いますね。でも外さない未来を作りたいんだなこの嘘くさい笑顔でって思っちゃったことなんかすげえなんか嫌な言い方をしちゃったななんかな、って思っちゃったんですよ。でうまく乗れなくてがっくりきてるんですよ。本当はこの動画でもうこのお父さんと同じようなニヤニヤ顔でニヤニヤ顔で痛かったんですけどなんかっていうような話をツイッターで書いていたらなんか奥さんが自分のツイッターアイコンのひよこのやつにこれつけて同じ笑顔を浮かべていてなんかよく分かってらっしゃると思いつつもでもやっぱりなんか違うんだよなこうじゃない未来がいいなと思いますね。だからApple Vision Pro 3あたりで普通のメガネと同じような感じになってくれたらその時にはなんか自分もイエーイって言ってこれを買って乗っていこうと思います。少なくともなんかわかんないその自分でやはりそれでもやはりこういうテクノロジーが大好きなんでやはり体験したいですよ。なのでどっかのタイミングで買うだろうし買ってみたらもうすっごい楽しくてもう前言撤回ですアップル最高ってなるかもしれないしなんかそうなる未来が見えなくもないんだけど今の段階ではなんか少なくともこれをつけてる姿をあんまり子供に見せたくないし子供にこれをつけてほしくもないですね。その子供にってもちろんこういう立体視のやつ子供の目に悪影響があるみたいなのでなんか12歳以下はダメみたいなことになると思うんですよ。でもアップルとしてはもう1秒でも早く使わせたいと思ってると思うんですよね。健康被害とか出ないもちろん範囲でねなんかiPhone みたいなものとかビッグテックの作るものとかサービスとかもう人間の脳のバグをフル活用して、人間に徹底的に依存症を起こさせるように設計されていてだからスマートフォンも触らずにはいられないし例えば言っちゃあれだけどだからネットフリックスとか YouTube とか TikTok みたいなサービスも本当にAI とかその頭のいい人たちが UI の設計をもう考えて依存症を引き起こすように作られてるわけじゃないですか。でまんまとみんな依存してるじゃないですか。僕もそうです。でこれもきっとそうだと思うんですよ。もうこれをつけずにはいられないしもしかしたら例えばこれをつけて例えば Zoom 会議とかオンライン上で
そのコミュニケーション取る時とかはこの顔が映っちゃうとあれだから、あらかじめ作ったアバターをその相手側には見せつつ、自分はこれを見て、相手側もこれをつけてるな、相手側も、そのちょいと作ったアバターを表示させて、そのアバターがこの画面に表示されるってことですよね。とお互いに何もなんていうの、その何も対面してないけどすごくリアルに対面した感覚が得られるわけじゃないですか。でそれいいのって思いつつ、そしてなんていうかな、それが当たり前になると、これバージョン1のそのアバターはそれほど出来良くないみたいな話ですけど、当然1年後2年後にはちょっと小綺麗な、自分よりもちょっとバージョンアップしている、見栄えのいい自分がその表示されてコミュニケーションを取るのが当たり前になるわけじゃないですか。そうするとみんなこれに依存して素の自分を画面に映すの嫌だなって、要するにマスク取るって素顔を見せるの怖いなって言ってる子供と同じように、大人も子供もみんなこれを通してちょっと綺麗に見えている自分の方を表示させたいし、それを見たいしみたいになって、より深くなんかこういうものにズブズブと依存していくんだろうと思うんですよ。そしてそれを当然計算して作られてるんだろうと思うんですよ。よくできている製品だし、アップルもなんだっけ7年ぐらい考えて作ったっていつだっけ、なんか5年だっけ、まあなんかそんなようなもんで、もう失敗するわけないんですよ。でだからみんながこれをつけている未来が何度も言うけど来るんだなと思った時に、なんか自分はうさんくさいなと思うし、もやっとするし、だからこれは本当にちょっと、なんかもう同じ話を繰り返しちゃうけど、だからその一部のそのなんか僕みたいなマニア向けに作られて、これ物好きだけがつけてちょっとなんか周りから半笑いで見られながら、いやいやこれ便利なんですよって言いながら使っていく未来は全然ウェルカムなんですよ。僕も使うしね。なのでなんかそっちにちょっとアップルの製品のレベルが高すぎて嫌だなっていうなんか変な言い方になっちゃうけど、だから、まあだからその早くメガネぐらいに手軽なものになってくれて、その今自分が考えてるこのもやってしてる気持ちが一刻も早くなくなって、わあアップルビジョン3最高みたいなりたいです。なので決して全否定じゃなくて、当然どうであろうとやっぱり進化していくべきだし、こういうものをなんかもうなんか本当に否定して、わしはもう手帳と万年筆の世界に浸るんじゃみたいになっちゃったら、本当にそれこそ年を取っていっちゃうと思うんですよ。もう90歳とかになってもなんかこういうところの作る最新のデバイスに乗っかっていくようなじいさんになりたいと思いながら生きてるんで、これも乗ってきますよ。だからなんか早く僕がわーって言ってこれに乗っていけるようなデバイスになってほしいですねっていう、なるべく前向きな感じで締めたいと思います。とにかくこのお父さんはあまり好きになれない。じゃあそういうことで。